どうも、クピオです。今年新発売された格安フル装備キャブコン JP スターディスカバリー車中泊に行ってきた動画2本を1本にまとめてお送りします。1本目は一般道、2本目は高速道路旅です。最新の伝送システムや快適装備すべて使ってきました。もうずっとワクワクしっぱなしの旅になりました。今回はディスカバリー完全版ということで、皆さんのコメントで多かった疑問点やマイナスポイントを直接 JP スタさんに聞いてきました。さらに今現在最新の納期や4駆モデルの価格、発売時期、新カラーリングやレイアウトも情報解禁します。フル装備キャブコンとしては価格も抑えめなので、キャブコン興味ある方はぜひチェックしてください。今回の動画は盛りだくさんになりましたので、概要欄にメニューあります。気になる箇所だけでもチェックしていってくださいね。どうも、クピオです。今、愛知県にある JP スタさんにいます。この新型キャンピングカーディスカバリー、先日動画で公開したところ、続編が見たいとリクエストありましたので、今回実際の車中泊旅に行って快適性を確かめます。市街地、街乗りしてみて、スーパーに行って、ここで調理してご飯いただきます。そしてマルチルーム、シャワーありますんで、シャワーもこちらを使用します。今回こちらでパソコンを使って仕事をしながら生活し、電力いけるか確かめます。普段自分が乗ってるのはこのバンテックのジル520なんですけど、同じカムロードベースということで違いを体感します。1日目は一般道を走り、街中市街地で車中泊、そして2日目は高速道路旅に行きます。ディスカバリー特徴を簡単に言いますと、850万円で最新フル装備のキャンピングカーです。家庭用エアコンに 400W ソーラー、400Ah リチウムバッテリー、3000W インバーター、108リッター冷蔵庫、電子レンジ、マックスファンにシャワー、温水ボイラー、FF ヒーター、シンクに2バーナー、そして換気扇、ルーフ窓、電動ステップ、電動オーニング、運転席は4方向の長寿カメラ。今回紹介するものほとんど850万円に入っています。諸経費と税金も込みです。かなり安いです。これ大丈夫なんでしょうか。本当にちゃんと使えるのか、とことん確かめます。車のスペックを簡単にお伝えします。全幅が 2010mm、全長 4990mm、前高は 2840mm、乗車定員7名、就寝定員5名、肉のガソリンです。重量 3.5 トン以下なので普通免許で運転できます。4駆も現在開発中ということで、4駆の場合は 3.5 トンを超えますので、現行の普通免許では運転できないようです。今回気になるポイント、まずはバッテリーシステムです。今回 JP スタさん、なんと 48V のニューパワーシステム、電源システム開発しました。もう搭載されています。ビルダーさんが開発して搭載されたキャンピングカーは多分日本初だと思います。ポータブルバッテリーのエコフローさんは 48V システムのパワーシステムもう作ってるんですが、自社で開発して設置されているのは初めてだと思います。ここにあるんですけど、現在 52.7V、普通ね 12V とか 13V なんですけど、すごい高いです。でこれのメリットが高い電圧なので電流が少なくてロスが少なく発電が少ないそうです。そして一番の恩恵は充電が早いようです。でまた充電の入力だけじゃなくて、この出力ですね、こちらも高くできるようです。先ほど外部充電確かめました。家庭用コンセント AC からの入力 98V でなんと 1500W 充電しています。でこの時はソーラーの入力はカットされるようです。で走行中の充電、走行充電もかなり充電速度が速いようです。こちらは実際に確かめます。普段自分ジル520でシャワー浴びてるんですけど、このディスカバリーもかなり広いです。実際に使ってみて使い心地確かめます。この換気扇ですね、こちらも能力調べます。ここでお肉焼いてもいいと許可出ましたんで、今日は焼肉やってみます。でこの108リッターの冷蔵庫ですね、こちらも使ってみます。でキャンピングカーで大事なベッドですね、このソファーベッド、こちら全面ベッドになります。でバンクベッドも使用できます。今回1日目はこちらのソファーベッドで寝て、ベッド展開面倒ではないか確かめます。2日目の高速道路旅でバンクベッドで寝てみます。次はこのリアエントランスですね。名前の通り一番後ろに入り口があります。普段自分はセンターエントランス
もうキャンピングカーの王道のレイアウトなんですけど、こちらとの違いですね。やっぱりこのリアエントランスは遮るものが何もないんで広いんですよね。結構憧れます。ただその分デメリットとして常設ベッドがなくて外部収納がほとんどありません。唯一あるのがここですね。運転席の後ろ、こちらが開いて、この中のソファーとつながっています。なので憧れていたリアエントランス、実際の使い心地はどうなのか身をもって体感します。で、次は何といっても走行充電ですね。この新システム 48V システムで一般道何ワット発電されるか、高速道路も何ワット発電されるか確かめます。で、こちらのモデルガソリンエンジンなんですけど、2リッターということで上り坂しんどいんじゃないかなと思います。自分は一世代前のカムロードディーゼル4駆乗っています。ディーゼルとの違いも確かめながらお伝えします。で、次なんですけど、このカムロードフロントはスタビライザー、この左右のロールを押さえる棒みたいなのあるんですけど、それがついてます。で、リアはついてなかったんですけど、こちらのモデルは新しくついています。ちょっと暗くて見にくいんですけど、この横の棒があるんですけど、それがスタビライザーです。自分のカムロードはリアのスタビライザーついてなかったんで、シャドウさんのリアスタビライザーをつけました。かなり安定しています。なのでカムロード純正のリアスタビライザー乗り心地が楽しみです。このリアのスタビライザーついていないカムロード乗ったことあるんですけど、やっぱり風の煽りで結構揺れたりとか、コーナリング時ですね、ロール左右の傾き結構ありました。どのぐらい軽減されてるんでしょうか。はい、それではもう車中泊のアイテム荷物積み込みました。今のところ収納は結構余りました。このソファー上の上部収納が結構容量あります。こんな感じで容量あったんで、もうそのままこういった木のボックスとかそのまま入れてます。で、こちら反対側も着替えとかお風呂の用意とかですね。で、モバイルバッテリーとか入れています。で、キッチンなんですけど、ここに収納あると思ったら、こちらはガスボンベ接続する空間になっています。で、電子レンジの下もあるんですけど、収納がもうなんか取説とか入ってますんで、ここは使わないでおきます。ここは何を置きましょう。傘とかですかね。で、一旦この一番使えそうな上の上部収納、こちらにお皿とか簡単なコーヒーとかお茶とか入れています。で、その横は調味料とか置きました。で、このギャレーの真後ろにもテーブルがあって、この下も収納あります。で、ここもかなり使いやすそうだったんで、ラップやアルミホイル、ティッシュなど置いています。で、この横は結構スペース大きかったんで、こういった炊飯器とかフライパンなど大きいもの入れています。で、その横ですね、こちらも結構容量あったんですけど、一旦今回はこちらゴミ箱を置いています。で、溜まったゴミはこの中にストックしていきます。で、その下はこちら防水にしているそうで、靴などを置けるようにしているそうです。で、ゴミが溜まったらこの後ろに外部収納があります。そんなに大きくはないんですけど、ゴミ袋 2,3 個置けます。今回寝るのは寝袋ではなくて、この布団持ってきました。やっぱりキャンピングカーは布団で眠れるのがかなりのメリットですよね。で、外に電動ウォーニングついてるんですけど、今回はもう使えませんので、ここで使用しておきます。やっぱり電動は楽ですね。ちょっと隣のハッピーワンに当たりそうだったんで、もう止めておきました。で、収納しておきます。で、お水は80リッタータンクあるんですけど、先ほどこちらから入れて満タンにしておきました。これね、2種類あるんですよね。これ本当ありがたいです。で、こっちは外部シャワーで温水とお水両方出ます。で、その横はこの AC コンセントあります。こちらは入力ではなくて出力になりますので、ここのオーニングを広げて、で、テーブルで電気ホットプレートでバーベキューなども楽しめます。なんか夢広がりますね。で、お水のタンクの方はこんな感じでデジタルで見れます。現在 100% です。で、排水タンクも見れます。これありがたいですね。で、排水タンクはこちらにレバーがあって、このレバーを引くと排水されます。こちらは排水できる場所のみの排水になります。ですごい良かったのが、この生活用水タンク80リッターあるんですけど、そちらもレバーで排水できます。こちらですね。自分のジルだとこのサードシートの下に生活用水タンクがあって、そこのタンク手突っ込んで線を抜かないと排水できません。なので DIY でこういった線つけて排水できるようにしました。そういった DIY しなくて最初から排水できるのはかなり嬉しいですね。そして運転席の常時4方向カメラですね。この車体の前方やサイド、後ろと4箇所についています。こちらは R&ビューモニターに変わるかもしれないということです。で、後ろのテールランプなどが結構 LED でかっこよかったんで、一回光らしておきます。ライトオン、ハザード、ブレーキ、バック。結構かっこいいですよね。で、この下は反射板のようです。フロントは新型カムロードなんで LED ヘッドライトです。で、今回燃費なんですけど、FF ヒーターや温水ボイラー、ガソリン使えますので、もう計測しません。で、空気圧はフロントは 5.5、
リアのダブルタイヤは 4.5 ずつです。いやー、テンション上がっていっぱい説明しちゃいました。遅くなりましたが、今から車中生活スタートです。はい、それでは安全運転で行ってきます。行く場所なんですけど、市街地の方行きます。街中の駐車場で車中泊します。乗り心地なんですけど、足回りですね、これショック結構柔らかいんで、リアがダブルタイヤということで結構ガタンガタンになるかなと思ったんですけど、柔らかめで乗り心地はいいです。ただコーナリング時のロール心配ですね。これはこの街乗り機での加速なんですけど、ディーゼルに比べるとやっぱりガソリンなんで少し加速感がありません。ディーゼルよりアクセルを 1.5 倍ぐらい踏んでるような感覚になります。ただ法定速度までは問題なくスムーズに加速してくれますんで、街乗り機では問題ありません。ガソリンは2リッター最大出力132馬力、最大トルク179ニュートン。ディーゼルエンジンが 2.8 リッターディーゼルターボ144馬力300ニュートン。馬力はあまり変わらないんですが、トルクが全然違いますね。市街地などの平地は大丈夫なんですけど、問題なのが上り坂ですね。高速道路の途半車線など登ってくれるでしょうか。後で体感します。燃料タンクはガソリンの方が20リッター多く80リッターです。はい、じゃあ少し走りましたんで、スーパー寄って買い出しします。はい、到着しました。高さ制限ありますね。 3.8 大丈夫です。はい、到着しました。名古屋市内の青木スーパーです。このゲートが 3.8 メーターの高さと、もう一つ 2.8 メーターありました。ディスカバリー高さ 2.84 と4センチ当たってしまいますんで、ゲート手前のところに止めました。横幅が2メーターと1センチということで1センチオーバーしてるんですけど、このサイドウォーニングが出っ張ってるからです。車体自体の幅は1メーター95センチなんで、このラインからはみ出ていません。で、後ろまだ10センチぐらい下がれるんですけど、もう怖かったんでやめました。なので輪止めまでは下がっていません。で、その分少し10センチぐらい出ている感じですね。こういった感じで後ろに壁がない駐車場でしたら 2m×5 メーター以内ということでぴったり止められると思います。こんな感じで高さ制限のある駐車場や 2.1 メーター以下の立体駐車場多いんですけど、もうそういう駐車場はこの世の中にないものと考えれば問題なく止められます。意外とね、入り口などにこういった高さ制限のない青空駐車場用意されてますんで、なんとかなります。それでは冷蔵庫に食品入れて少し休憩します。テーブルの横、ここに小物入れがあります。ドリンクホルダーやリモコンなど入れれます。で、ここに USB2 箇所あります。こちらがある人もスマホの充電がいつでもできます。これは嬉しいですね。そして照明なんですけど、暗くなってきたんですごい映えます。この完成照明ですね、上の方あります。で、この収納の下、ラインテープみたいな感じで、こちらも LED ライトがあります。入り口の方もずーっとラインテープみたいな感じで照明が貼られています。スポットライトとかはないんですけど、すごい落ち着く空間です。で、照明はこのスイッチ、ここ2箇所だけですね。で、その下が野外の照明で、トイレのライトで、換気扇で、サンルーフで、水のポンプですね。で、冷蔵庫あります。で、ここにディスカバリーがいます。可愛いですね。で、その横はバッテリーの残量や入出力のワット数、電圧が上がります。で、その横なんですけど、こちらを押すとインバーター、AC コンセントなどが使えます。そしてここのメインのテーブルなんですけど、こんな感じで動きます。前に出たりで、こんな感じで横に動いたりします。ここにロックスイッチありますんで、これをロックすれば動きません。で、これレバーみたいなんですけど、これ押せば下に下がります。このテーブル下げてベータ展開するときに使えます。後で寝るときにやってみます。そして冷蔵庫の中にこの2日間の食料すべて入れたんですけど、108リッターと容量があるんですけど、この上半分が冷蔵庫なんで結構パンパンになっちゃいました。この下は冷凍庫なんですね。冷凍庫こんなにいらないですよね。
でちょっとね使いにくかったのがこのドリンクホルダーみたいなところなんですけど、これがこういったビールなどの 360ml 缶はいけるんですけど、こういったペットボトルですね、これを入れると閉まりません。なので500のペットボトルはこっちがですね寝かして入れる感じになります。この辺はちょっと不便かなと思いました。であとちょっと自分が悪いんですけど、このネギ入らないでも曲げて入れてます。それでは再出発するんですけど、気になっている走行充電、現在こちら電気は 220W 使っています。冷蔵庫と合わせて一旦全部切ってみて、エンジンつけて何ワット充電されるか検証してみます。はい、エンジンつけます。はい、つきました。で後ろの電気は全て消えています。やっぱりガソリンエンジンなんでエンジン音はかなり静かです。はい、現在 670W ぐらいですね。なんか思ったより高くないですね。でバッテリー残量が 89% と結構残量もありますんで、充電を抑えられているのかもしれません。走行しながらはモニターが見えないので、明日高速道路走行した時に1時間ぐらい走ってみて、バッテリー減らした状態から計算してみて、走行中の発電ワット数を計算してみます。はい、再出発します。それではですね、もうどこか駐車できるコインパーキングがあったらそこでもう車着します。はい、ブレーキなんですけど、これ意外とですね、そんなに重量ないからか知らないですけど、結構しっかり止まってくれます。もちろん乗用車のように止まってくれるわけではないですが、タウンエースや軽ベースのキャンピングカーに比べるとしっかり止まってくれるといった印象です。ブレーキはもう強化しなくてこのままでいけるかもしれません。はい、じゃあ次街の上でのコーナリング体感してみます。現在20キロですね。左折です。90度。あ、結構ね効いてますね。リアのスタビライザーが効いています。次右折ですね。現在15キロ20キロぐらいです。あ、こちらもスムーズです。このリアスタビライザーのないカムロードも乗ったことあるんですけど、全然違います。ダブルタイヤに加えてリアスタビライザーがあることにより結構安定してるんで、これで街乗りだったら十分です。あとは高速道路でどうなるかですね。風の煽りやジャンクションのような高速コーナリング、こちらはまた明日確かめます。あ、ここ良さげですね。はい、到着しました。フリップが上がるタイプの駐車場ではなくて、このカメラでナンバーを鑑識するタイプの駐車場です。ぴったり枠内に収まりました。もう後ろはこんな感じでギリギリまで要しています。やっぱりキャンピングカーはこれですよね。一瞬で車中泊モードに変わります。これは楽ちんです。それでは早速、もうお腹空いたんで焼肉食べます。いただきます。
ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。それでは片付けしていきます。で、照明なんですけど、自分これで終わりかなと思ったら、まだありました。ここ、ルーフ窓のところにありました。ここにスイッチがあります。これ結構明るくて、なんかシーリングライトのような全体を照らしてくれます。まずは、このコンロ周りなんですけど、結構油やっぱ飛んでます。これは匂い残りそうな感じですね。拭いておきます。こっちの壁も見えないんですけど、一応拭いておきます。あとはこのガラスカバーの裏ですね。ここは結構飛んでると思います。でも全体的にやっぱり掃除しやすいですね。このくつろぐソファーのスペースと完全にコンロ分かれてますんで、油はこの辺閉じてるんですけど、こっち側にはやっぱり行きにくいですね。この辺がリアエントランス、すごいいいですね。このコンロの下ですね、ここも飛んでるんですけど、この五徳が取れません。ちょっとこれは掃除しにくいですね。こんな感じでこの五徳の間、上から拭かないといけません。で、残りお皿などを洗っていきます。焼肉のタレは結構匂いしますんで、このキッチンペーパーに吸わしてゴミで捨てます。フライパンは大丈夫ですね。ほとんど汚れてないです。少し汚れてますね。こちらも一応軽く洗っておきます。この辺の普通のお皿も油結構ついてますんで、まずは拭き取ってからこのお水タンク汚れないようにしておきます。それではせっかくなんで温水使ってみます。これが温水ボイラーのコントローラーです。エバスペヒャーの温水ボイラーで、温める燃料はガソリンを使用します。よくある温水ボイラーでラジエーターの熱を利用して温める方法があります。エンジンの熱を利用する方法ですね。そちらの機能は搭載しなくて、もうガソリンを燃焼して温める感じになります。この温水ボイラーなんですけど、車が走行しているとき使用可能ということです。ただガソリンスタンドなどは使用不可ということです。はい、じゃあ使ってみます。これ3秒間長押しで電源がつきます。はい、でこれなんですけど30分って出ています。例えば20分とかにすれば20分で切れるようです。出たらオフタイマーですね。無限にずっと沸かすこともできます。これ何分でお湯できるんでしょうか。測ってみます。で現在は約400ワット消費してますね。照明も入っています。冷蔵庫も。はい、1分半経ちました。さすがにまだ出ないと思うんですけど、1回やってみます。でこっち側がお水、こっち側がお湯です。あげます。お、勢いいいですね。そうですね、さすがにまだあったかく、でもほんのり、もうあったかいです。もうあったかい。すごい、これめっちゃ早いですね。はい、ディスカバリーのキッチンで初めて車中飯作ってみて感じたんですけど、めちゃくちゃ広いです。ここの台が丸々使えるの大きいですね。自分のセンターエントランスのキッチンより全然広いです。このシンクの周りですね、この横も意外と幅あるんで食品置いたりできます。これは車中飯を作るものからしたらかなり羨ましいです。それでは今お湯も温まってますんで、もうこのままシャワー入ります。着替えやお風呂セットはここに入れています。汁から持ってきました。ぴったりですね。マルチルームの中なんですけど、現在ラップポン置いています。こちらのラップポンは防臭袋を熱で密封してそのままゴミとして出せます。赤ちゃんのおむつ扱いですね。今は折りたたんでコンパクトにしている状態です。自分はマルチルームにトイレが絶対必要な派です。というのもですね、やっぱりトイレがあるとどこでも車中泊できますんで、車中泊スポットの幅がぐっと広がります。ただ難しいのがシャワーも使いたいんですよね。ラップポンはこのままお湯かけられません。なので一旦出します。これがちょっとめんどくさいですね。でこれまた重たいんですよね。ぶつけないように、ちょっと触れちゃいました。ごめんなさい。で傷つけないようにゆっくり置きます。ちょっと一旦ここ置いておきます。こっちの方がスペースが生まれやすいんですけど、このドアがこう開くんで入りやすいんで、もうここに置いておきます。はい、で中のシャワーはこんな感じです。でこの下に手洗う水道蛇口もあります。でこの鏡もライトつきます。だいぶ明るいです。でなんといってもこれですよね。マックスファンがついています。これで換気できます。ここに窓ありますんで、
マックスファン回せばここから空気取り込んで換気できます。そしてシャワーカーテンもあります。これで入り口のドアに水がいかなくなります。これ今一番端に立ってる状態なんですけど、こんなに広いです。向こうに手届きません。で、反対側に立ちました。こうやってもシャワー浴びながらかなり広く洗えます。なんかぶつかりそうな感じはしません。 JP スターさんのこの水道の水の勢いですね、かなりあったんでシャワーもあると思います。これは楽しみです。それでは行ってきます。いやー、さっぱりしました。やっぱりキャンピングカーの中で入るシャワーは格別ですね。こちらがシャワー終わってもう掃除も何もしてないそのままの状態です。こんな感じでもう壁にはびっしりと水滴がついています。はい、このヘラ持ってきてますんで軽く水切ってきます。で、床拭くようにこういったスポンジ持ってきました。こちら吸水スポンジです。こんな感じで水を吸い取れます。はい、で水をある程度吸水したらこれを引きます。水が出ます。これで手を汚さずに水を拭き取ることができます。ある程度拭き取れました。まだまだ濡れてるんですけど、もうあとは乾かしておきます。こちらの窓を開けて、そしてマックスファン回しておきます。お、すごい風が回ってます。もう一番弱くしておきます。結構すぐ乾きそうですね。FF ヒーターあるんですけど、このマルチルームにダクトがないんですよね、FF ヒーターの。なんで中は結構寒かったです。多分頼んだらつけられると思いますんで、もし冬にシャワー入る予定のある方はマルチルームの FF ヒーターのダクト頼んだ方がいいと思います。で、水の勢い、シャワーやっぱすごい良かったですね。たくさん使っちゃいました。で、残量なんですけど、こっちで見られます。あ、給水タンク、100% やったのがもう 60% になってます。あれで、排水タンク、これなんかもう 90% になってますね。これだったらもう使えないですよね。多分これバグじゃないですかね。さすがにこれお水が 40% 減っても排水タンクが 90% っていうのはおかしいですよね。ちょっとこれまた JP スターさんに聞いてみます。しばらくマルチルームにいてですね、で出てきた時なんと焼肉の匂い全くしませんでした。これ成功したかもしれません。やっぱりここに換気扇あるんですぐに匂いが排出できたかもしれません。また明日の朝確認してみます。で、バッテリーの残量は現在 82% です。で、寒いんで FF ヒーターつけようかなと思ったんですけど、明日高速道路でのバッテリーの走行充電何%増えるか検証してみたいんで、もっと減らしておきます、バッテリーを。なのでこの家庭用エアコンの暖房を使って電気消費します。それではまたこのラップも中に入れておきます。これがやっぱりちょっと面倒ですね。はい、今エアコン使って消費電力は約 800W ですね。かなり電気使っています。そしてここにあるものなんですけど、こちら実は JP スターさんが開発したポータブルバッテリーになります。これね、結構すごいんですよね。このソファー下にブレーカーとかあるんですけど、ここのレバーを操作すると、なんとこのポータブルバッテリーでこの全ての電気家電などが動きます。なのでキャンピングカーのサブバッテリーの電源がなくなってもポータブルバッテリーでしのげます。しかも配線のつなぎ替えとかも一切なくて、レバーを操作するだけで自動的に切り替わります。こちらの方はまた明日試してみます。テレビ見たりとかしてゆっくりくつろごうと思っていたんですけど、エアコンで車内も暖かくなってきて眠くなってきました。寝落ちする前に先ベタ展開していきます。まずはこのレバーを上にしてテーブルを下に下げます。次はこのマットをこの上取り外して下のやつをずらします。はい、じゃあサードシートの背もたれ、ここにあったやつをここに入れて詰めれば一旦ここのベッドは完成です。一人だったらもうこれで十分眠れるんですけど、こっちのソファーも展開してフルフラットにします。まずはこの後ろにあるロック外します。こういったピンになってます。2箇所ですね。そしてこの下を引きます。はい、これで OK ですね。そしてこっち側にもピン刺さないといけません。この引いた板がずれないようにロックします。これも2箇所ですね。
はい、これで完成です。横幅185、長さ185、正方形のベッド3人眠れるベッドが完成しました。どうでしょうか。ベッド転換の時間1分半ぐらいですかね。慣れたら1分ぐらいでできそうです。それでは布団敷いて布団で寝ます。もう1人だったらこれで十分ですよね。こちら側はテーブルはベッド転換せずにもう元のまましといたら、こっちでご飯食べてすぐに眠れる最高のレイアウトが完成します。一人使いだったらそれが一番いいですよね。明日はもうこっち側のベッド展開したままで、こっち側はテーブルとソファーのお一人様用ダメ人間レイアウトで過ごしてみます。それでは歯磨きしておきます。結構暑くなってきたんで切ります。でね、まだまだ電気使いたいんで、現在 76% なんで、もうインバーターつけたままで、この電気も全部つけておきます。自分結構明るくしたまま寝るの好きなんですよね。いやー、しかしディスカバリーめちゃくちゃいいですね。これで850万なんでかなり安いと思います。下手したら日本の大手のビルダーさんの5、6年落ちの中古より安いかもしれません。かなり魅力的なんですけど、やはり実際に使ってみるとデメリットもだいぶ見えてきました。こちらはまた明日まとめてお伝えします。それではおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。このマット分厚いんで背中も痛くならずに眠れました。結構寒いんでまた暖房つけてバッテリー消費しておきます。それでは布団片付けてセッティング戻します。はい、ここなんですけどシートベルトありました。なんでこのセカンドシート後ろ向きに走行中も座れます。そしてここのソファーなんですけど、常設ベッドのようにもうベッド展開して今日はこれ過ごそうと思ったんですけど、この状態だったらテーブルが上がりません。というのもこの下にレバーあるんで手が入りません。一旦こちら戻さないとダメですね。ちょっとだけ戻せればいいんですけどね、手が入ればいいんで。ただこれ動かすにはこのロックのピンをここ外さないといけません。ここともう一箇所ですね、ここ。そして軽く戻したらいけます。でこの状態でレバーを上げます。さあ、そして常設ベッドモードにしますんで、またこちら引きます。あ、でもこれ引くとき足挟まっちゃいますね。ちょっとやりにくいですね、これは。はい、それで最後にまたこのピンを入れます。はい、はい、完成しました。これで常設ベッドモードとこの対面ダイネットですね、こちらが実現します。ちょっと動いちゃったんで暑くなってきました。それでは着替えて朝の準備します。せっかくなんで温水で顔洗います。はい、準備終わりました。朝ごはんなんですけど、もう移動します。このディスカバリー肉のガソリンということで上りが少し気になります。なので山の方を走ってから山で朝ごはんいただきます。でサブバッテリーがちょうど 40% になりました。で走行充電で何%増えるか確かめます。今現在ソーラーからの入力で冷蔵庫や照明など搭載されて 17W から 20W 増えていってます。どのぐらい増えるか楽しみです。はい、じゃあ今日の宿代はいくらでしょうか。600円ですね。はい、出発して間もなく1時間ぐらい経つんですけど、まだ山の中入ってません。で一旦ですね1時間と切りがいいので、どこか止まって走行充電で何%増えたのか確かめておきます。はい、コンビニありましたのでコーヒー買ってきました。何%増えてるでしょうか。今現在冷蔵庫のみの電気使用でソーラー発電が 150W ですね。で 55% に増えました。はい、それで 15% 増えましたんで、このサブバッテリーが 100A マックスなんで 15A 増えたことになります。今の電圧が 53.1V なんで 53V として計算すると 53V×15A で 795Wh 増えたことになります。1時間で。なので 795W ソーラーと走行充電で発電されていた計算になります。冷蔵庫の分電気消費してますんで 820-30W ぐらいじゃないでしょうか。これ高速道路では走行充電の発電量増えるんでしょうか。そちらも確かめます。
はい、この辺から山道に入っていきます。いきなりもう急なカーブや上りに入っています。今道路の表示で 9% の上りとなりました。かなりきつい上りです。でアクセル踏み込んで、ギアが下がってエンジンの回転数が上に上がって速度を維持している感じです。この辺はやっぱりシェルが重たいんで2リッターのガソリンエンジンだとちょっとしんどい感じはします。ただ法定速度は問題なく出ます。法定速度プラス10ぐらいまではいけると思います。で前に普通車何台かいたんですけどもう離されちゃいました。他の人はプラス10から15ぐらいで走ってた気がします。きつい上りに加えてかなり急なコーナリングが続きます。で街乗りでは気づかなかったんですけどこのぐらい R のきついコーナーだとやはりロールはかなり感じます。どうでしょうか。普通の軽自動車 N 版などが 100% でいうと 20% ぐらいだとするとリアスタビライザーのないノーマルカムロードが 70% ぐらいとしますと、このリアスタビライザーついたカムロードのコーナリングのロールが55ぐらいといった感じでしょうか。ちょっと抑えられてますね。ただ普通の車に比べるとかなりロールするのが分かると思います。はい、今上り下りがあってすごい今下りに入っているんですけど、下りの時ですねすごい速度がやっぱアップします。アクセル離しただけでは。でブレーキ踏むんですけど平地に比べるとかなり制動距離が伸びています。上りより危険だと思います。できるだけ速度出さないようにゆっくり走行した方がいいですね。でこのカムロードマニュアルモードありますんで、このマニュアルに入れてシュートダウンしていけばエンブレが効きます。このマニュアルモードのシュートチェンジは本当ボタンワンタッチなんで結構レスポンスもいいんで運転していてすごい楽しいです。はい、ちょうどいい駐車場だったんでこちらで休憩します。すぐ横はダムがあってすごい空気惜しいところです。なんかこの辺はひょっこり雲が出そうな感じなんで中に入って朝ごはんいただきます。はい、ちょっと外散歩してから戻ってきたんですけど車内に焼肉の匂いは全くしません。やっぱりこの換気扇かなり効果ありました。せっかく天気いいんでこのルーフ窓全開にして開けときます。網戸にしておきます。後ろも開けときます。こうすると冷たい風が入ってきて空気が入れ替わってるのが分かります。これ一回上覗いてみます。どんな景色なんでしょうか。お、すごいめちゃくちゃ気持ちいいです。これいいな。前にこのソーラーパネル合成タイプが 100W あって後ろに3つあって合計 400W のソーラーパネルがあります。これなら掃除も楽ですね。でリアの一番後ろにあるのがマックスファンですね。いやーここいいですね。ここに登って花火大会の花火見てみたいです。やっぱりこういう遊び心がキャンピングカーの良さですよね。朝ごはんなんですけどもう今日は本当にシンプルにご飯と味噌汁と鮭と納豆の和食をいただきます。でこういった電子レンジとかもフルで家電使います。
ごちそうさまでした。手軽にパパッとこういったあったかい朝食いただけるの、本当にキャンピングカーならではの贅沢ですね。はい、それでは片付けていきます。ちょっと排水タンク、今バグっているのか不具合なのかよくわからないんで、もうサランラップ巻いて洗い物なくしました。はい、今 JP さんから連絡があって、このポンプの件ちょっとメールしてたんですけど、どうやら排水タンクを交換しないといけないようです。このリアの一番下、これが排水タンクのコックになります。これを引いたらジャーって出てきます。で、これが排水タンクですね。これがちっちゃかったのか不具合があったのか、一度帰ってから点検するそうです。ちなみにこちらが生活用水タンクです。これですね。これもこのコックを引くとジャーっと全部出ます。この生活用水タンク簡単に排出できるのすごいいいですよね。でこれね、いいなと思ったのがこのタンクのここなんですけど、断熱材貼っています。アルミと中にスポンジのような断熱材です。この辺は効果あるんでしょうか。寒いとこ行って確かめてみたいですね。はい、でリアのナンバーのここロック外したら開きますんで、そうするとここですね、ゴミが入れられます。でここは開けるときこの鍵でロックを解除して、でまた閉めるときこの鍵いりますんで、これはもう鍵なしでロック解除できるようにした方が使い勝手いいですね。あ、ここ網のありましたね。入り口気づきませんでした。今から高速道路旅に行こうと思ってましたが、タンクの不具合があって水使えないのでやめときます。他にも気になる箇所があったので、全部直してもらってから万全の体制になって、実際の販売されるモデルになってからもう一度高速道路旅に行きたいと思います。 JP スターさんはすごい早いんですよね。すぐにブラッシュアップして完成すると思います。なのでもうここで今回の実際の車中旅で感じたメリットデメリットをお伝えします。でそちらをお伝えする前に、このリアエントランスで感じたこと、そちらもお伝えします。そしてこの JP スターさんが開発されたポータブルバッテリー、これすごいので簡単に紹介します。こちらのポータブルバッテリーは 12V200Ah の容量です。このディスカバリーの電気を全てこちらに簡単に切り替えることができます。このセカンドシートの下なんですけど、ここにブレーカーの電源あります。これまだ試作なんですけど、でこのブレーカーを1回落とします。でこっちが上げます。そしてこっち側も切り替えます。これでポタ電に変わりました。で全部1回電気切れてるんですけど、でもう一度電気などつけていくとつきます。今はこれはキャンピングカーのサブバッテリーではなくて、このポータブルバッテリーの電気を使っています。この状態でエアコンだとだいたい4時間ぐらい使えるそうです。インバーターはこちらのポータブルバッテリーのインバーター使うことになりますので、エアコンと電子レンジの併用はできないそうです。だいたい 1500W ぐらいだと思います。でもエアコンなどは使わなくて、このライトだけなら1週間ぐらい持つそうです。このケーブル付け替えなしでボタンワンタッチですぐに切り替わるのすごいですよね。この辺の新しいことはやっぱり JP スターさん取り入れるのめっちゃ早いですね。次はこのリアエントランスについてなんですけど、自分は真ん中に入り口があるセンターエントランスに乗っています。で次のキャンピングカーはこういったリアエントランスですね。広いタイプを買いたいと思っているユーザーも多いと思います。自分もそう思っていました。そんな自分が今回感じたことなんですけど、一番思ったのはベッド展開めんどくさい、これにつきました。やっぱり早くても1分2分かかるし、何よりこの荷物ですね、これを一旦履けないといけません。これが結構めんどくさかったです。荷物もそうなんですけど、家族なら人間も一旦履けないといけません。でここでお酒飲んでもう眠たくなったなという時、このベッド展開は結構空業だなと思いました。それならバンクで寝ればいいじゃないですかと思う人も結構多いと思うんですけど、自分はバンクそんなに好きじゃないんですよね。もしここしかベッドないってなればここで寝るかなといった感じです。理由としては温度が結構違くて、夏場は結構暑いんですよね。であとやっぱり天井も近いので圧迫感も少しあります。この冬になって厚みが出れば出るほど天井が近くなります。なので他にベッドがあるならそちらで寝るかなといった感じです。この常設ベッドモードが一番いいですね。一人ならこのモードはリアエントランスの主軸のレイアウトだと思います。なのでリアエントランスは憧れていたんですけど、センターエントランスも悪くないなと思いました。センターエントランスだとこのダイネとちょっと狭くなるんですけど、リアに常設ベッドがありますんでいつでもすぐ眠れます。ただこのリアエントランスの大きい2つの窓、これは本当に良かったです。もうどこでもキャンプ場みたいな外にいる感じです。そしてリアエントランスはこの調理の油がこっちがいかないので車内に匂いも残りにくかったです。意外に便利だなと思ったのが、駐車した際にびっしり横に車がいてもこのリアの入り口なんで入りやすいんですよね。普通車はだいたいこの辺ぐらいがオチになります。なので混み合ってる駐車場はかなり便利だと思います。あと個人的に気になったのはこのリアエントランス、荷物が集中しています。でリアはよくキャンピングカー跳ねるんですよね。なのでかなり固定しないと荷物がぐちゃぐちゃになります。
特にマルチルームも後ろありますんで、ラブ部分とか跳ねて移動していました。結構重たいんですけどね、その辺が個人的に気になりました。センターエントランスレイアウト、リアエントランスレイアウト、どちらも良さがあり一生悩み続けそうです。ではディスカバリーの実際に1泊2日車中旅に出かけて感じたメリットデメリットをお伝えします。1つ目はこの換気扇ですね。もう焼肉しても鮭焼いても全然大丈夫です。結構強力なんですよね。もうずっと1で使ってました。そしてこの窓の位置ですね、これも最高です。こんな感じで空気入ってここから出るんで、この辺の湯気とかも油とかも全部ここから吸ってくれます。でガスコンロなんですけど、これ2口あって火力かなり強かったです。こっち側の方が強くてこっちがちょっと弱いんですけど、この強い方だとこれで分かりますかね、もう家と変わらないぐらい強いです。で小さくするとこのぐらい弱火もできます。これは料理するものからしたらかなり嬉しいですね。次なんですけど、このリアエントランスの特有のものでもあるんですけど、 JP スターさんのこのキッチンスペースはかなり広いです。特にここなんですけど、もう棚も何もないので全部使えます。実際に使うときはこっち側でフライパンとか使いながらこっち側に盛り付けもできます。これ本当に家のキッチンみたいでした。で収納が意外とないようであるんですね。この下も結構入りましたし、でこの上もありますし、でここですよね、結構使いやすかったです。この蓋がないんですぐパッて取れます。でここもあります。はい。で今回使わなかったんですけど、この下もあります。自分が乗っている1520のセンターエントランスの多分3倍ぐらいのキッチンの広さがあります。キャンピングカーでも自炊したい人はこのディスカバリーのリアエントランスモデルおすすめです。次は何といってもこの新しく導入されたドイツ製のエバスペヒアの温水ボイラーです。これもうめちゃくちゃ早いですね、暖かくなるのが。今回も1分ぐらいで暖かくなりました。で5分ぐらいでも熱々でした。朝はですねもうちょっとだけ時間かかりました。もしかしたら朝はタンクの水がかなり冷えていたのかもしれません。でこのマルチルームですね、すごい広くて綺麗で使いやすかったです。ここにちょっとした棚あるんですけど、これがシャンプーを置いたりタオルを置いたりできたんでかなり使い勝手良かったです。でこの温度調整ノブも使いやすかったです。一度決まればそれで固定して、あとは次から再現できます。その温度でここのね蛇口も使いやすかったですね。手とか泡ついてもここで洗えます。あとは温度調整するまでのその熱かったり冷たかったりするのもここの蛇口に流しといて、で温度が決まればシャワーから流せます。よくあるあるなんですけど、シャワー一旦止めて体洗ってまた洗う時に最初冷たかったり熱かったりして結構難儀します。これを防げるのはいいですね。でもちろんマックスファンもありますんですぐに乾燥してくれました。でこの天井の窓なんですけど、今回自分初めて使いましたが結構良かったです。これ開けて上も窓開けると熱がですね結構逃げていくんで、かなり空気入れ替わります。夏場とか上開けとくだけで結構温度下がると思います。なのでこっち側にもマックスファンつけれるんですけど、別になくてもいいかなと思いました。でこの上部収納がね意外と多くて広くて使いやすかったです。奥行きも結構ありますんで、もう2日分3日分の服とかは全然これ1つで足りました。家族だったら1人1個収納を上げれば旅行も十分だと思います。ただこのソファー下のアクセスはこっちからかなりしにくかったです。ここ開けてでこうなんでソファーがあるんで、この下には取り出すものは入れない方がいいかもしれません。で外から出せますんでキャンプ用品とかここがいいと思います。小物収納はキッチンもたくさんあって服も大丈夫なんですけど、キャンプ用品だけ大きいものだけリアエントランスはどうしても難しくなります。だから自分は車中泊だけするよっていう人は大丈夫だし、キャンプもするよっていう人は工夫がいると思います。次このテーブル周りなんですけど、ここに USB があったりドリンクホルダーがあったりすごい使いやすかったですね。人数分ちゃんとあって小物も入れれます。でまあまあ広さもあるし、テーブルも高さ自由に変えて横やこっち側に出したりできます。かなり調整できますんで、いろんな方に対応できると思います。お子様もいけるし、もうちょっと体の大きい人もいけると思います。次デメリットなんですけど、まずは走行面からやはりパワーが少しありませんでした。アクセルペダルをたくさん踏まないといけません。ただ普通に坂道も登るし、このガソリンできついところはディーゼルもきついと思います。もう一つクラスの小さいタウンエースは 1.5 リッターのガソリンです。なのでそれよりかはパワーがあります。もうぐいぐい走っていくっていう感じではないんですけど、問題はないといった感じですね。ただですね、あと100万ぐらい出すと4駆のディーゼルがありますんで、資金に余裕のある方はそちらを買った方がいいかもしれません。 JP スターさんもまだ発売日は未定なんですが、いずれ出すということです。今自分カムロードのディーゼルターボ乗ってるんですけど、このガソリンエンジンとアクセルの踏む量ですね、比べると半分以下かなと思います。特にストップ&ゴーの多い街乗りはもうストップしてアクセル踏んでっていうのが多いと思うんで、そういう街乗りする方はディーゼルの方がだいぶ楽に感じると思います。この辺は金額と快適さ悩ましいところですね。
足回りなんですけど、意外ともうこのままでいけるかなと思いました。今回山道が中心で速度もそこまで出なかったので、コーナーリング時しっかり速度を落として進入すれば問題なかったです。ただ普通車と同じペースで山道走るのは難しかったです。なのでノーマルでも全然走れるし、もうちょっと足回りこだわりたい人は車外品にすればもっと快適になると思います。ただ今回ですね、強風の高速道路を走っていません。なので次回乗るときは強風の高速道路も試してみたいですね。次車内なんですけど、メリットが高さがあった調理、こちらもデメリットありました。まず換気能力抜群だったこの換気扇なんですけど、かなりうるさいです。一回つけてみます。これで今1なんですけど、で2にします。でこれが2で次3にします。これが今3です。かなりうるさいです。はい、こんな感じでもう会話できなくなるんじゃないかっていうぐらいうるさいです。なので自分は1で使っていました。1でも結構うるさいですね。次なんですけど、ここごとく取れないんで掃除しにくかったです。ここに油とかね結構あるんで、パカって取れてくれたらバーって掃除できるんですけどね。このガスコンロのガスボンベがここにあるんですけど、結構奥まっていて取りにくいです。でこれ取るときはこう取るんですけど、奥の方はもう本当に絶望的に取りにくいですね。これかなりコツがあります。取れないことはないって感じですね。でまたこのはめるときですね、上にこのへこんでるとこあります。ここに合わせないといけないんで、この向きが大事になるんですね。なのでちょっとコツがいるかなと思いました。なんか見えにくい感じですね。でここの窓なんですけど、こんな感じで開くことができるんですけど、これがですねちょっと開け閉め、この料理中難しかったです。というのもこの蓋上げるとこんな感じでもう開け閉めできなくなります。だから先に開けとけばいいんですけど、こうやってフライパンを置いて調理してから換気しないとと思うとちょっと、ここはいけるんですけど、ここ開けちゃうとダメですね。大きなデメリットではないんですけど、ちょっと自分は不便に感じたんでお伝えさせてもらいました。で今回フライパンで調理したんですけど、20センチか26センチかそのぐらいなんですけど、ここにね置くとこう干渉しちゃうんですね。これで火がちょっと怖いなと思う感じなんで、ここ開けとくとここ食材とか置けなくなっちゃうんで、やっぱりここは閉じておきたいなと思いました。でこの奥ですね、こう奥はここくっつけてももう置けないんで、かなりちっちゃいフライパンですね。なので今回はこっちの大きい方で真ん中ではなくて、このちょっとずらしてこっち側のごとくにちょっと乗せてました。なんでこっち側は火が強くて、こっちが弱い感じになりました。ここもうちょっと離れてたらいいかなと思うのと、こっち側もでもかなりちっちゃいフライパン専用にするか、こっちが模型ならここもなんか当たらないようにした方がいいかなと思いました。ですごい良かったエバスペッヒャーの温水ボイラーなんですけど、これデメリットありました。お湯が沸いてもすぐにお湯が出なくて、最初冷たい水が出ます。その後にお湯が出ますんで、最初少しロスが出ます。で一度出てしまえばもうロスはないんですけど、毎回少しのロスは出てしまいます。何ミリリッターとかはちょっと分かんないですけど、体感的に1、2、3、そうですね、3秒ぐらいジャーッと水が出る感じです。これもデメリットというか仕様なんでしょうがないんですけど、少しでも水を節水したいキャンピングカー乗りの方は注意が必要だなと思いました。で生活用水タンクはこの下にあるんですけど、アクセスこっちからできないんで、下から出すだけになりますんで、掃除ができないと思います。多分買ったばっかしは綺麗だからいいんですけど、キッチンハイターとか入れて除菌しても取れない水とかも絶対出てきます。なのでそこが少し気になりました。この使い勝手良かったマンチルームなんですけど、少し防水性能が気になりました。こういったパッキンのところは大丈夫なんですけど、ネジン等とかそのままなんで、コーキングとかされてないんで、なんか防水性能がどうかなと思いました。いつか錆びるかなと思います。で窓の間とかもネジとか見えてますんで、ここも水入ったら少し心配だなと思いました。でこんな感じでシェード開けてもここに水滴がついています。多分水が入って溜まったのがこの閉めた時について上がったんだと思います。あとはこの綺麗な鏡の裏とかですね、これも結構配線とか見えてたりしますんで、この隙間は埋めた方がいいかなと思います。こういった壁とかね、綺麗にコーキングされてますんで、コーキングの場所をもっと増やした方がいいかなと思いました。あとはこの鏡はできないんですけど、こっち側もう一個シャワーカーテンとかつけて、もう物理的に水がかからない状態にしてもいいかなと思いました。次、車内で気になったことなんですけど、この運転席と後ろの席に移動がこの隙間間しかないんで、ちょっと行きにくかったです。運転席、この補助席は倒せばまだ行きやすいと思いますが、少し工夫が必要だなと思いました。でもですね、このことを JP スターさんに出発する前に話したら、もう自分の乗っているジルのようにこのバンクのここ切り取る言ってました。
なのでこれはもう快適になると思います。次、この綺麗な照明なんですけど、結構ね、ちらつきます。というのも他の電気、ボイラーとか使ったらちらつきます。一回やってみますね。はい、じゃあボイラーオンしました。こんな感じで分かりますかね。カメラに映ってると思うんですけど、この上の方がちらつきがあります。こんな感じで何か他に電気を使うとちらつきます。これは使う電気によるんですけど、ボイラー使った時は毎回こんな感じでちらつきました。次はこのベッドですね。朝もお伝えしたんですけど、フルフラットにしてからこの常設ベッドモード横にする感じで、このテーブルだけ上げるというのができませんでした。で直す時もここテーブルが邪魔になってこう押しにくい感じですね。でこの辺はまだいけるんですけど、最後縁ですね。ここ最後乗せるんですけど、こっちがいいんですけど、向こうとかかなりやりにくくてちょっと面倒だなと思いました。あと必要なのがこのロック部位みたいなやつですね。これも必要です。このソファーはずらすだけでこうくっついてるんで、簡単にフラットになるのはすごいいいなと思いました。この辺の作り方はハッピーワンでのノウハウが蓄積されてるんだなと思いました。実際によく使う例として、この普通のモードからこちらだけ常設ベッドにするっていう時なんですけど、この時にここの引くんですけど、やっぱこれが邪魔で引きにくいんですね。なんでちょっと使い勝手が悪いなと思いました。もうフラットにするかこの状態にするかっていうなら問題ありません。これは視聴者様のコメントであったんですけど、自分もちょっとそうかなと思ったんでお伝えしていきます。こんな感じで JP スターさんのロゴはテーブルのすぐ上にあります。でこういった入り口のところですね、ここもあります。この辺は好き嫌い分かれると思うんですけど、なくすオプションも選べたらいいですよね。特に外にあるサイドオーニングなんかは外せれたら横幅が2メーター切ります。1メーター95センチになります。キャンプ時はかなり強い電動オーニングですが、もう車中泊しかしないという人はいらないと思いますので、そういったのも選べたらいいですよね。次は家具や立て付けのことなんですけど、家具の細かいところに不具合やチープさがあります。自分は大手ビルダー、ナッツ RV さんやバンテクさんに乗ったことあるんですけど、それと比べると細かいところですが、チープさはやっぱりあります。例えば家具のこういったボタンですね。こうやって押して出すんですけど、こうやってたまに開かなかったり、開くポイントがあったりします。これは JP スターさんじゃなくて、今度のメーカーさんだと思うんですけど、こうやってつくときもこう押してやるんですけど、ちょっと今オフにしてたんですけど、なんかつかない時があって、ライターでつける時もありました。あとはそうですね、こういった隙間とかですね、気になる人は気になると思います。自分は3年前のハッピーワンの初代とかを見てきたんですけど、それに比べるとかなり精度は上がってると思います。ただやっぱりまだまだ不具合はあると思います。で、購入すると3年保証があるみたいなので、無償で直してくれるそうです。ですがやっぱり JP スターさんに行かないといけませんので、JP スターさんに近い場所か、または代理店に近い方がいいと思います。これは JP スターさんに限らず、どのキャンピングカーでも同じようなことが言えるんですが、絶対にキャンピングカーの装備は壊れますんで、自分で直せない方はお店が近い方がいいと思います。で、今回この動画で出たデメリットは多分 JP スターさん直すと思います。その辺の速さも魅力ではあります。なので、不具合があっても直してくれたら許せる人は購入しても不満がないと思います。まあ言うたら変な言い方なんですけど、ユーザーが使って不具合が出たら JP スターさんがどんどん直してブラッシュアップしていく、そんな感じのキャンピングカーになると思います。で、保証が切れた後の3年後も JP スターさんは最後まで面倒見ると言ってますんで、その辺は安心して使えると思います。なので、資金と納期待ってる人は大手のビルダーを買ってもらって、少しでも安く、または JP スターさんの社風が好きで、新しいものが好きな方はディスカバリーがいいかなと思います。と、いろいろ思ったんですけど、今回のディスカバリーは日本のキャンピングカーの文化に大きな影響を及ぼすと思います。2年後、いろんなものが逆転しているかもしれません。これは誰にも止められません。今までは高くていい部品を装着したキャンピングカーが多かった印象です。価格も上がっていきます。これからは低価格でもいい装備どんどん出てきます。 Amazon でも品質の高いキャンピングカー用品どんどん出てきてます。こういった最新のものどんどん取り入れていく JP スターさんは台風の目になると思うし、そういった新しいビルダーさんもどんどん増えてくると思います。ユーザーにとっては恩恵ありますが、既存のビルダーさんは頭を抱えることが多くなってしまうかもしれません。YouTube の世界も同じようなものですが、素人キャンピングカーユーザーの妄想ですがお伝えしました。自分は今後も RV 協会だからとか協会じゃないからとかではなくて、自分がいいと思った興味のあるキャンピングカーを動画にしていきたいです。また要望やリクエストありましたら動画作りますので、ぜひコメントを入れておいてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。
どうもクピオです。改良された JP スターディスカバリーで高速道路走行し車着旅に行ってきます。前回ディスカバリーで一般道路車着旅に行って約1ヶ月経ちました。その時に気になった点があったんですけど、いろいろ改良されたようです。スピード感すごいですね。今回改良された箇所を実際に使っていきます。前のディスカバリーは白ベースだったんですけど、今回黒です。よく見るとただの黒ではなくてメタリック調っていうんですかね、すごいテカテカ光ってて、角度によって光の反射も変わってすごいかっこいいですね。このディスカバリー、簡単に特徴をお伝えしますと、税込み諸経費込みの850万円カムロードベースフル装備キャブコンです。家庭用エアコン、リチウムバッテリーはもちろんオプション級の装備が全て標準装備です。スペックはこちらに掲載しておきます。前回動画出して初回販売分の30台すぐに売れたそうです。現在4区も開発中ということで、また帰ってきて撮影できそうだったら撮っておきます。今回の旅は高速道路を中心に走行します。このキャンピングカーは2区のガソリンなので上り坂が不安です。前回行けなかった岐阜長野県のきつい上りのある高速道路を走ってみて途半性能を確かめます。自分はカムロードディーゼルターボ4駆乗ってますんで違いも体感します。上り以外に気になるのが風のふらつき、高速道路での直進安定性、高速道路での走行充電の発電量です。はい、本格的な上りに入る前に一旦パーキングエリア入ります。なんとアラウンドビューモニターが標準装備です。これめちゃくちゃ見やすいですね。もう1センチ単位で止められます。これ標準すごいな。全長が5メーターなくて、サイドもこのオーニングを除けば2メーター以下なので、高さ制限のないところでしたら大体どこでも止められます。これ見てください。後ろほぼぴったりです。そしてこちら左です。そして右側全部ぴったりです。この駐車結構難しいんですけど、アラウンドビューモニターがあったら誰でもできます。前回このアラウンドビューモニターなかったんで、こちらもブラッシュアップされた装備になります。車内で気になる点なんですけど、前回デメリットで上がった部分ですね。そちらどうなってるか。まずこの排水タンクですね。前回すぐに満タンになってしまったんですけど、やはり容量が少なかったんで倍にしたそうです。排水タンクは60リッターになったようです。なのでこのマルチルームで今日もシャワーあります。でこのシャワーカーテンがつきました。これですね、前なかったんですけど、これで窓やこういったパッキンに水がいかなくなりました。こちらも改善ポイントですね。前回はソファーをベッド展開して眠ったんで、今回はバンクベッドで寝てみます。でこれすごいんですけど、前ここ板で埋まっていました。でもこれくり抜いて行き来しやすくなってます。これすごいですね。あとはこのソファーのベッド展開するときにこのテーブルが結構大きくて邪魔だったんですよね。でもこの分の出っ張りがなくなってこんな感じで折れ曲がっています。この下にあるレバーを引いてこんな感じで横に出せます。でこの折れ曲がったテーブルのこの角に折りたたみの金具があります。2箇所押してこんな感じで以前と同じサイズになります。この大きさだとこちらがベッド展開した時にこの手がここ入れなくて、ベッド展開からソファーに戻すのが大変でした。ここがないだけでここのソファーですね、こうやって簡単に引いてベッド展開できます。この状態だったらここにスペースできますんで、この行き来もできますね。このスペース歩けますんでこっち側に移動できます。このレイアウトは家族使いやペットなども使いやすそうですね。こちらで1人眠れるようにして、こちらで2人対面でご飯とか食べれます。そしてまたソファーに戻す時もこのテーブルがない分ここに手持っていけますんで簡単に戻せます。これだったら寝る時ベッド展開して、で朝起きてまたソファーモードに戻す時も座ったまま簡単にできますんで、このリアエントランスのデメリットが少し解消されます。このレイアウトはかなり広くていいんですけど、常設ベッドが下でないっていうのが
デメリットになります。でもこれだったら問題ないかもしれません。それでは早速高速道路を走ってきます。今回走行充電も何%増えるか検証します。現在リチウムバッテリーの残量は 70%70A です。こちら 48V システムなんで最大容量 100A なんですけど 12V 換算で 400A と同等になります。屋根に 400W のソーラーパネル積んでます。でも今日曇りなんでほとんど発電しないと思います。もう夕方っていうのもあるんですけど、一旦これ電源全部切ってみます。冷蔵庫も切ります。この状態で現在約 2W 消費されてますね。もうほとんど消費してない状態です。この状態で1時間ぐらい走行してみて何%増えるか検証します。はい、それでは安全点で行ってきます。まずは合流加速ですね。40キロからフル加速してみます。できるだけ加速感してもらいたいんで、加速のシーンはノーカットでいきます。はい、現在40キロです。じゃあフル加速いきます。せーの、はい。はい、現在60キロ、70キロ、はい、80キロです。はい、やはりガソリンエンジンなんで、最初の加速、低回転の時ですね、エンジンが2000、3000の時はそんなに加速しないんですけど、さらに踏んでいったらエンジンの回転数が4000、5000になってくると結構ウィーンってうねる音がして背中がシートに押し付けられるぐらいの加速感はありました。ディーゼルエンジンだったら2000、3000からガーッと進んでいくんですけど、ガソリンエンジンなんでやっぱり高回転で加速していく感じですね。出だしは遅いけど後伸びする、そんな感じでした。なので高速道路、平地の合流は全然問題ありませんでした。今ですね、ちょっと橋の上で風が微妙に吹いてるところなんですけど、ちょっとねやっぱりゆらっと揺れる時があります。この辺は4駆に比べると2駆はリアのトレッド幅、タイヤとタイヤの幅が広くないんですよね。なので自分の乗っているカムロと比べても少し揺れるかなという気はします。まだこの程度の風なら大丈夫なんですけど、これ以上強くなったらどうなるかちょっと試してみたいですね。今岐阜県で長野県へ向かってます。でここからですね永遠に上りが続きます。しかも結構きつめです。はい、日が落ちて少し暗くなってきました。なんか夜の高速道路って雰囲気いいですよね。ワクワクします。はい、今勾配が 5.1% と出ていました。かなりきついです。で80キロ走ったんですけど、速度がどんどん下がって70キロまで下がったんで、今アクセルを目いっぱい踏み込んでます。そうするとエンジンが5000回転まで上がってウィーンと加速して80キロに戻りました。でその後また2000回転に戻ってるんですけど、アクセルを 3、40% 強く踏んで速度をキープしてる感じです。そしてギアが上がってまた速度が下がってくるとアクセルを踏み出してギアが下がってキックダウンが起きてエンジンの回転数が上がって速度が回復するような感じです。この辺やっぱりディーゼルと違って高回転でパワーが出るんでエンジンがうなりますが、80キロはもう7個キープしてくれます。結構アクセルの加減が必要になってきますんで、社外品のオートクルーズつけたらアクセル操作いらずに80キロキープしてくれますんで、運転の快適度はかなり上がりそうです。はい、今途半車線のある上りに入りました。途半車線に入らんでも大丈夫ですね。普通に走行車線80キロでキープで走れました。ちなみに生活用水はほぼ満タンの70リッター入っています。今1人乗ってるだけなんで、これが家族車中泊4人とか乗るとどうなるのか気になりますね。はい、ちょうど1時間半ぐらい走行したんで、どのぐらい充電されてるか確かめます。95% まで増えています。ということは1時間半走行して 25% 増えたことになります。1時間あたり 16% ぐらいですね。ワットに換算すると約850ワットです。一般道が800ぐらいだったんで、やっぱり高速道路少し高くなりますね。これでまたガンガン電気使えます。この車エアフィーター搭載されてるんですけど、今日は電気余ってますんで、この家庭用エアコン、こちらの暖房を使います。はい、もうちょっと進んで長野県まで行こうと思ってたんですけど、お腹空いたんでもうここでご飯食べます。いやー、しかしこの黒、夜見るとまた映えますね。なんか黒光りしています。ザ・キャンピングカーというよりか高級感、ステルス感もあります。一瞬車中泊してるのに見えないですね。それではミラー畳んどきます。助手席側は電動です。
もちろんシェードもワンタッチです。運転席と後ろの間はカーテンがあります。夜の照明全部つけると結構明るいですね。前はこのサンルーフの照明こちらつけていませんでした。これも加わると結構明るいです。やっぱりこのテープライトですね、これが一番明るいです。その代わり電気もよく食います。そして前ですね、この LED のテープライトちらつきがありました。ここの温水ボイラー使うと電力結構高いんで、最初の方点滅するような感じでちらつきがありました。こちら改善したようです。ここ開けるとこれが抵抗だそうです。こっちもあります。これを入れることによってちらつきを軽減されたそうです。シャワー浴びたいんで早速温水ボイラーつけてみます。さあどうでしょうか。ほんの少しこのサンルーフの LED 照明がちらつきましたが、一番明るいサイドのテープライトは全くちらつきませんでした。かなり軽減されてますね。これだったらもう全然気にならないと思います。このマルチルーム少しひんやりしますんで、暖房をつけて温めておきます。インバーターつけてこれで暖房を使えます。今回着替えはここの上の収納に入れてます。もうパジャマに着替えます。なんか今回持ってきたパジャマ、この JP スターのソファーと同じですね。これ着てこのソファー座ったら一体化しそうです。これ今エアコンの暖房と温水ボイラー電気で両方使ってます。何気にすごいですね。現在 1200W 消費しています。はい、あったかいお湯出てます。それでは入っていきます。はい、めちゃくちゃさっぱりしました。ちょっとドライヤー忘れてしまったんですけど、エアコン乾燥してますんで、もう放置で乾かします。マルチルームなんですけど、もうシャワー入った後そのままです。こんな感じで床びしょびしょ、そしてシャワーカーテンもびしょびしょ、壁もびしょびしょですね。今回ですね、この傾斜がこっちが下になってます。でここに排水口あります。なんでちょっとこっちが溜まっちゃいました。でマックスファンこれ標準でついてますんで、ここ開けて換気しておきます。はい、マックスファン使うにはここの換気扇ですね、ここを押します。そしてスイッチを押します。でここの窓開けときます。少し開けてこれで放置して乾かします。さあ風呂上がりの冷たい飲み物いただきます。それではお腹空いたんでご飯作っていきます。何やら改良されたポイントもあるみたいなんで楽しみです。今回の収納なんですけど、ここに調味料とか入れてます。でその横はお皿やフライパンなど入れています。もう全然この辺はスペースが余っています。換気扇は前と変わってないですね。ちょっとうるさいんですけど結構強力な換気扇です。で反対側のこの台ですね、その下がこんな感じでラップ系など入れています。その下ゴミ箱とかティッシュとか入れています。でここ防水で靴が置ける場所です。今回何も置いてません。で冷蔵庫電子レンジ周りなんですけど、ここの下にも収納あるんですけど、もうトリセツとか入っていたんで何もいらってません。こことここも収納あります。でその横ここにも収納あります。でダイネットの上部収納に着替えや小物など置いてるんですけど、この一番端のところですね、ここも
キッチンから手届きますんで、調理系の道具を置くのに適しています。で、あとここですね。ここは何も置いていません、今回。で、ここなんですけど、このシンクのすぐ下ですね。ここ改良されていました。前はカセットガスが装着しにくかったんですけど、なんと今回スライドレールがついて取りやすくなりました。ここにスライドレールついてますね。一回引いてみます。これすごいですね。このガスコンロのためだけにスライド長板ついています。前は奥まっていてもうかなりつけにくかったんですけど、これだったらちゃんとついてるかも確認できます。そしてこのシンクの蓋ですね。こちら前ちょっと落ちてきそうなってたんですけど、この止めるやつがつきました。で、こちらは今回のプロトタイプだけつけたようで、製品版はこれがなくても上げるだけでしっかり止まってくれるようになるようです。じゃあ換気できるようにここ開けときます。網戸にしておきます。火をつけるのはここを回して、でここで着火ですね。あれ、つかない。これ線がありましたね。こちら開けときます。つきました。それではフライパン使ってご飯作ります。で、今回焼きビーフンですね。すごい食べたくなんで買いました。まずは具材炒めるんですけど、この富山県でよく売っている煮豚、これめちゃくちゃ美味しいんですよね。こちらで焼きビーフン作ってみます。すごい美味しそうです。でもこれもう火通ってますんで最後に入れます。じゃあ麺作っていきます。冷蔵庫冷えすぎて凍ってます。ディスカバリーの冷蔵庫はよく冷えるようです。いや、ごちそうですね。それではいただきます。ごちそうさまでした。コンロの火力も高いんで素早く料理も作れて美味しかったです。はい、それではパパッと片付けていきます。やっぱりこのリアエントランスはダイネットの方に匂いや油が飛び散りにくいんで、なんか料理しようって気しますね。この辺フラットだし、壁の方も何もないんですごい掃除しやすいですね。そういえばシャワー後マックスファン回して換気していたマルチルームどうなったでしょうか。
わ、すごい、ほとんど乾いてますね。壁も一滴もついてません。床は水はけが悪かったんでまだ濡れてますが、壁はほとんどもう乾いてます。マルチルームにマックスファンあるんで、ほとんどシャワー後拭き掃除しなくていいですね。これはめっちゃいいです。はい、じゃあもう窓閉めてマックスファンも切っときます。自分が乗ってるキャンピングカージル520のマルチルームよりこのリアエントランスのマルチルームの方が広い気がします。シャワーしていても全然壁に手も当たらないし、少し広いだけですがストレスなくシャワーを浴びれるので羨ましいです。はい、後ろの窓も閉めておきます。今日はまだ時間ありますんでゆっくり過ごします。で、テレビがですね見れるみたいなんでテレビ見て過ごします。テレビの付け方なんですけど、まずはインバーターのスイッチをつけます。そしてリモコンでチューナーとテレビの電源をつけます。これがテレビチューナーですかね。はい、でこれがテレビのリモコンです。はい、表示されました。しばらくお待ちください。入力を HDMI に切り替えます。ついたんですけど、なんか信号が弱い、またはありませんってなってます。この辺結構ね山なんでテレビの電波が来てないかもしれません。なんかこの辺テレビ愛知とか出たんですけどやっぱり見れないですね。ちょっとスキャンしてみます。はい、来ましたね。ただですね、映像がガビガビです。わかりますかね。もうガビガビです。でこのテレビですね、なんか聞いたらこっちの地デジチューナーと車のナビ、こちらのチューナー両方切り替えて見えるようです。一回車の方を使ってみます。ナビの方がねテレビ強かったと思います。はい、ナビの起動はこの運転席の横のスイッチ、ここを押すとエンジンつけずにナビが起動します。はい、テレビ見えましたね。そしてテレビの入力を今 HDMI なんでビデオ入力に切り替えます。そうするとナビの映像が来ました。切り替えました。すごい綺麗な映像です。普通に家のように綺麗に見えます。これ地デジは見れない場所でもこんな感じでナビのテレビの映像は普通に見れることがあります。でこれすごい音がいいんですよね。ここにスピーカーがあります。ここ1箇所、ここ2箇所で、反対側ここ3箇所目、そして一番後ろここですね、4箇所スピーカーあります。これはナビの音声がこの後ろのスピーカーに流れます。ということは走行中前のナビのテレビを後ろのモニターに移して、ここで家族座って同じテレビ共有することもできます。こんなにもたくさんスピーカーありますんで、どこでもはっきりテレビの音が聞こえると思います。さあ、それではテレビ見てゆっくり過ごします。一瞬寝てました。もうテレビ消して寝る準備します。バンクベッドのベッド展開していきます。ここにロックがあります。解除します。はい、じゃああとは引きます。すごい軽いですね。指一本で引けます。あとはこのマットをずらします。今サイズ測ったらこの横ですね、これが185センチありました。で、奥行きは165センチなんでそんなに長くないですね。なので大人が寝るときは頭はこっちの窓か反対側の窓にして寝る感じになります。で、マットこの奥の方は結構薄くて5センチぐらいですね。でこの手前の方は分厚くて厚みあります。こんな感じ、10センチぐらいありますね。こちら側にスポットライトありますんでこっち頭にします。それでは照明は一つだけ残しておかけします。結構明るいんですけど自分明るい方が好きなんでこれで眠ります。はい、バンクの寝心地はどうでしょうか。
ちょっとね天井近さはありますけど、まあでも大丈夫なぐらいですかね。だいたい目視で30センチないぐらいですかね。スペース的にはこっち側も大人1人ぐらい眠れるんですけど、これ高さはないんで、こっち側は結構圧迫感あると思います。なのでここは大人1人と子供1人が出るのがちょうどいいかもしれません。この高さがあんまりなくても圧迫感を感じない方は、横幅はかなり広いんで大人2人も大丈夫だと思います。で、背中のクッション性は今寝た感じ問題ないんですけど、一晩寝たらどうでしょうか。ちょっと痛くなりそうな気もします。また明日の朝起きて確かめます。このバンクベッドの窓から見る高速道路めっちゃ好きなんですよね。なんか子供に戻ったようなワクワク感があります。そしてまたこのバンクの上から見るキャンピングカー全体の景色もすごい好きです。ここカーテンありますんで、もう暗い方がいい方はこんな感じで閉めて、ここの電気も消せばかなり暗くなります。でもここは網とか柵ではないんで、普通に寝返りしたら落ちそうな気もします。ちょっと怖さありますね。できるだけこっち側寄って、でも圧迫感感じないぐらいで寝ます。気になっていた高速道路トラックのエンジンつけられてる音ですね。騒音はあまり聞こえません。真横にトラックがいてるわけではないんですが、一つ通路を挟んでエンジンつけて休まれているトラックがいます。もう自分は少し聞こえるんですけど、このぐらいだったらぐっすり眠れそうです。明日は JP スター戻る前に強風の場所も走ってみたいですね。風の煽り体勢が気になります。行けそうだったら強風の伊勢湾岸道など走ってみます。明日の高速道路旅も楽しみです。それではおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。ちょっと寒いですね。背中なんですけど痛くなりませんでした。というのも結構真ん中気味に寄ってたんですけど、ちょうどですね、この分厚い方のマット、こちらからなんですけど、こっち薄いんですけど、ギリギリ背骨が太い方のマットレスでした。このバンクベッドの端よりちょうど真ん中くらいですかね。このぐらいで寝たんですけど、ちょうどその境目に背骨が入ってくれたんで、痛くなかったです。多分この薄い方のマットレスがもうちょっとこっち側になると背骨痛かったかもしれません。なのでこのバンクベッドは本当に寝れるバンクベッドです。あ、このルーフの窓のシェード、ここから手届きます。うわ、明る。もう電気つけなくてもいいぐらい明るいです。これはいいな。暖房をつけておきます。こうやって窓を開けたら照明いらないですね。大丈夫ですね。やっぱり天井の窓が大きいですね。そしてこの今日寝たバンクなんですけど、仕掛けがあります。ここにロックがついていて、でここをロックしとくと走行中もこのまま動かないそうです。これいいですよね。しっかり動かないようになってます。こっちもありますね。セカンドシートの上にちょうどこのバンクが来るようになっています。でもそんなに椅子の半分ぐらいですかね。出っ張り具合はちょっと座れるか座ってみます。あ、頭つきますね。大人はダメです。子供ならこのバンクベッド出したままセカンドシート座れます。もしくはもう1人2人使いだったらこのままバンクベッド展開しておいてもいいかもしれません。バンクベッド通常はこうやってマットを移動させて、でバンクをしまう。この作業が必要になってくるんですけど、常に展開できるんだったらもう布団もそのまま展開したままでいけるんでかなり楽ですね。今回自分はウォークスルーで使いたいんで、バンクベッドは閉まったままで移動します。で最後にここギュッと押すとロックがかかります。これでも動かないようです。で一応念のためにここのロックを押します。
予想外のことが起きてしまいました。今から山の方、長野県の方向かおうと思ってたんですけど、天気予報ですね、昨日調べたら雨予報でした。でも今確認すると、今から進むところ、今ここなんですけど、こう長野県の方に行きます。で、これ時間過ぎていくと、このピンクのやつが雪なんですけど、なんとここ境目で長野県から雪に変わるそうです。出発時点では雨予報だったんで、これ車スタッドレス履いてないんで大丈夫だと思って長野方面来たんですけど、これ以上進めないですね。どうしましょう。一旦高速道路降りて U ターンして太平洋側に戻るしかないです。でも逆に昨日ここ早めに止まってよかったです。これ以上進んでいたら今頃もう雪まみれかもしれません。不幸中の幸いって感じですね。もう3月入ってるんで雪は降らないと思ってたんですけど、最後の雪っぽいです。現在小雨が降っていて路面はウエット状態です。で、今から長距離高速道路走行します。途中朝ごはんも作りながら車内の快適性も確かめます。この後ろのテールランプ赤と黒いメタリックの色ですね。なんかすごいかっこいいですね。街のこのアスファルトの黒と結構溶け込んでいます。キャンピングカーの中に入れるとかなり異色な感じがして目立ちそうな感じはします。ここの運転席や助手席の後ろと後ろの背もたれの間スペースあるんで、カバンを置くのにちょうどいいですね。やっぱり R&B モニターすごい見やすいですね。キャブコンには必須の装備だと思います。それでは安全運転で再出発します。まずはですね、一旦高速道路降りて U ターンします。なんか一晩経って改めて運転して上り坂登ってみて感じたんですけど、やはり普通に走ると速度が下がってきます。なので強くアクセルを踏まないと速度は維持できません。キックダウン必須、油断してると速度が下がるという感じです。インターチェンジの降りるきついコーナリングなんですけど、ロールなんですけど、やっぱりダブルタイヤなんでね、ある程度ロールは抑えられています。ただないことはないので、ゆっくり速度を落として走らないといけません。それでは一旦中津川インターチェンジで岐阜県に降り立ちます。岐阜県滞在時間30秒、また高速入ります。この先は雪なんでしょうがないですね。次は下りですね。そして今日風が結構微妙当たってますんで、風の横風体勢煽りですね、検証するにはぴったりかもしれません。はい、今ちょうどですね、バスですかね、トラックが後ろから来ました。風の煽り体勢どうでしょうか。あ、意外とですね、そんなに揺れなかったですね。はい、またトラックを追い越されましたね。今んとこ風の揺れはほぼ受けてません。すごいですね。また来ましたんで、次はもうハンドル軽く触れた状態、この状態で体感してみます。さあ、トラック来ました。はい、揺れませんでした。そんなに大きいトラックじゃなかったですね。あ、また大きいの来ました。あ、ちょっと来ましたね。多少来たんでちょっとハンドル修正しました。なんか体感的には速度差が多ければ多いほど風が当たり、ちょっと揺れる感じがしました。追い越すトラックがちっちゃかったらほとんど揺れない感じです。はい、お腹と背中がくっつきそうなぐらいお腹ペコペコになりましたんで、次のパーキングエリアでパパッと朝ごはんを食べます。はい、到着しました。このリアエントランス左の後方ですね、これすごい見やすくていいですね。窓が大きいんで。では今日雨なんでもうこのままウォークスルーします。さあ、冷蔵庫にはウインナーと卵、そして千切りキャベツあります。レトルトのご飯もあります。もうこれで簡単にウインナー目玉焼き丼作ります。
ウインナーがすごいいい感じに香ばしくなりました。それではいただきます。ごちそうさまでした。はい、それでは再出発します。今から愛知県戻って伊勢湾岸道走ってみます。はい、今アプリで風調べてたんですけど、この青いとこが風速1メーターぐらいで、赤いところは16メーターとかすごい風が強いんですけど、これが太平洋ですね。山の方はやっぱり低くて、太平洋側はかなり強いです。伊勢湾岸道も海沿いになりますんで、どうなんでしょうか。危なそうだったら引き返します。はい、合流します。はい、80キロ達しました。はい、あれ、なんじゃこれ、事故かな。なんか事故ってます。ちょっと安全運転できます。やっぱり路面が滑りやすくなってますんで、スリップ事故多くなってきてます。これに風も加わりますんで、ちょっと伊勢湾岸道行くのが怖くなってきました。来ました。強風でおなじみの伊勢湾岸道です。現在吹き流しなんですけど、真横まで行かないんですけど結構揺れてましたね。なので風速7から8、9あたりじゃないでしょうか。現在約75キロぐらいで走行しています。いや、緊張しますね。ここ海の上走るんで景色は最高なんですよね。めちゃくちゃ綺麗です。今んとこなんですけど、風で振られることはありません。もうちょっと走ってみたいですね。ここの道路トラック多いんですけど、トラックは普通に80キロ以上で走行しています。やはり重さがあるんで横風にはトラック強そうですね。はい、今横遮るもの何もありません。風での揺れなんですけど、ちょっとですね、やっぱり吹くと軽く揺れるときはあります。でも両手でハンドルしっかり持ってあげると70、80キロ走行では問題なく走行できています。これが風速10メーター以上になってくるとまた変わってくるかもしれません。もうほんとこのキャブコン橋の上すごいなんか腕に力が入ります。横からの風の煽り来たらすぐ修正打打たないとまっすぐ走らないんで、そして後ろから横からトラックが追い越すんですよね。その時の風の煽りも考えないといけません。なのでかなり緊張します。なんか普通の車の3倍ぐらい強風の橋の上は疲れるイメージです。ここのパーキングエリアで少し休憩します。はい、無事パーキングエリア到着しました。緊張しました。それでは改良されたディスカバリーで高速道路2日間走ってみた感想をお伝えします。まずはいまいちだった箇所なんですけど、上りですね。アクセルベタ踏みがありました。平坦な箇所や少し上りぐらいでは全然問題ないんですが、途半車線のようなきつい上りの場合はかなり速度低下しますので、アクセルを強く踏んでキックダウンを起こして加速する必要がありました。今回 2,3 回ほどベタ踏みがありました。でもずっとベタ踏みではなくて、
ベタ踏みしてアクセルが回復したら離すという感じでした。なので今回アクセル操作はすごい多かったです。社外品のクルコンつけたいですね。そしてディーゼルと比べるとアクセル操作は 3,4 倍必要といった感じです。次のいまいちの箇所なんですけど、直進安定性ですね。そんなにいいとは感じませんでした。これは4駆もそうなんですが、このトラックのキャブコンですね。キャンピングカータイプは全体的にあまり良くありません。強化ショックアブソーバーや強化スタビライザーなど足回りを強化すれば多少マシになります。次のいまいちなところは横風ですね。自分4駆乗ってるんで4駆と比べても少し横風に弱いかなと思いました。ただ自分の場合はもうすでに強化ショックアブソーバーや強化スタビライザーなど足回り評価してるんで単純に比較はできませんが、ノーマル同士で比べても多少やっぱり肉の方が横風に弱いかなと思います。というのもこのタイヤとタイヤの幅、トレッド幅が肉の方がちょっと狭いですね。4個の方がちょっと広くなります。問題ないといえば問題ないレベルなんですけど、少し気になったのでお伝えさせてもらいました。次は4駆もそうなんですけど、コーナリング時のロールですね。傾きは結構あります。なので高速道路のジャンクションのきつめのコーナリングですね。こういうところはもう40キロが限界です。これは4駆もそうです。ただ制限速度も40キロに制限されていると思います。でも他の車って結構速いですよね。なのでジャンクションは後続車に煽られたり少し車が詰まったりするかもしれません。次良かったところなんですけど、加速ですね。音は結構ねウィーンってするんですけど問題なく加速してくれました。東岸車線も問題なかったです。少し遅いのは想定範囲内だったんですけど、きつい登れなかったらどうしようかなと思ってたんですけど、そこは問題ありませんでした。80キロ巡航はもちろん90キロ100キロも出ます。やっぱりですね、キャンピングカーは80キロで巡航するのがちょうどいいんですけど、80キロ巡航するには90キロできれば100キロ加速しないと80キロ巡航ができません。というのも高速道路上77キロとかそういった微妙な速度で走行している車もたくさんいます。各車メーターの誤差があるんですね。なので少し遅い車を抜くには80キロぐらいでは永遠に抜かすことができません。なので80キロ巡航するためには90キロ以上の加速でさっと抜くのが一番いいと思います。で次良かったのはこのアラウンドビューモニターですね。これが標準装備は本当すごいと思います。でこれね広範囲なんですよね。自分もあるんですけど自分はこんなに広範囲ではありませんでした。これ1個横の道路プラスそのさらに横も見えるんですね。自分のキャンピングカーもこれに付け替えたいぐらいです。で今後なんですけど、これ今ミラーが鏡なんですけどデジタルインナーミラーに変わるようです。ドラレコ内蔵のやつですね。こちらも付けば後ろの視認性はもうバッチリだと思います。次はこの2日間改良されたディスカバリーで感じた車内のことなんですけど、かなり良くなったんですけどまだ気になるポイントありました。まずは1つ目なんですけど、照明です。抵抗が入ってちらつき軽減されたんですけどまだ少しあります。これが許容範囲かどうかですね。自分はもう大丈夫かなと思うんですけど気になる人は気になるかもしれません。で照明の消費電力ですね。これも結構あります。今この LED ライト、テープライトとか全部つけた状態で 240W ぐらい消費されています。このテープライトが結構消費電力高くて、これ消すと現在96なんでテープライトだけで 150-60W 消費されています。ちなみにテープライトはこれです。この両端のライトですね。でライトなんですけど気になったのが高周波の音です。自分ちょっと聞こえました。高いキーンっていう音っていうんですかね。これ人によると思うんですけど、この辺ぐらいからですねなんか音がしたんでちょっと歩いてみたりとかしたんですけど、やはり音がしていました。で消すとなくなったんで多分照明だと思います。ずっと鳴ってるんじゃなくてたまに鳴る感じです。長時間つけているとなんか音が聞こえるような感じです。周波数で言ったら多分ね5000か4000とかもしかしたら6000とかそのぐらいかもしれません。自分は昔音楽のレコーディングの仕事をしていたんでかなり音に敏感になってるかもしれません。年齢が上がってくると聞こえない音になりますんで、この音が気にならないという方もいてるかもしれませんし、もっと若い方30代20代とかが聞くとさらに高周波の音が聞こえるかもしれません。この辺は人によるし、もしかしたらこのモデル以外の車はなくなっている可能性もありますし、何とも言えない状況なんですがちょっと気になったんでお伝えさせてもらいました。で次はすごい小さいことなんですけど、このカーテンすごくいいんですけど丈がね全然足りないんで、この辺はまだ自分で自作するかなんか改良した方がいいかもしれません。もしくはこれはもう目隠しとして利用して断熱効果のあるカーテンをここにつけてもいいかもしれません。気になったデメリットはそのぐらいで本当に今回いい車になっていました。そしてすごくいいなと思った点なんですけど、まずメリット1個目ですね。このテーブルの改良小さくなってめっちゃ良かったです。このスペースがあるだけで手も突っ込んでソファーベッドの展開と収納もすぐにできるし、ソファーベッド出した状態で
少し歩いてこっちが行くこともできます。でも大人数でテーブル囲むときは前の状態に大きくすることもできます。かなりいい改良ですね。次はバンクベッド、かなり実用的でした。これなら全然大人も眠れます。で、自分気に入ったのがですね、この出しっぱなしで固定できるんで、そのまま走行できます。もうバンクベッドが常設ベッド状態ですね。これは家族旅ではかなり強い味方になると思います。次はこのコンロですね。カセットガスコンロ、こちらスライドになりました。これ本当いいですよね。デッドスペース有効活用だし、取り出しやすく設置もしやすいです。自分のキャンピングカーもこれ採用したいぐらいです。次良かったのがテレビですね。今回地デジとナビ両方見れるようになっています。やっぱり地デジは見れない箇所が多いんですけど、山の中とかナビは本当強いですね。なので2つ見れるのは強いと思います。そしてナビはこのスピーカー後ろに流れますんで、かなりいい音で聞こえます。ここに家族、子供とか奥さんが座っていて、で運転席にお父さんが座っていて、ナビで何か流しながら同じ音楽とか聴きながら旅に行くのも楽しそうですね。ただ注意点としては、この地デジ、こちら側のテレビのチューナーの音はこのスピーカーから流れません。ナビの音のみになります。せっかくいいスピーカーがついてるんで、なんか DVD とかも見るときもこのスピーカーから今後聴けるようになったらいいですね。でその他改良されたポイントがあります。まずはこのポータブルバッテリーなんですけど、ここに専用のポータブルバッテリーがあります。で充電がここからケーブル出して、でディスカバリーのこの AC に挿して充電できるようになったようです。なので重たいポータブルバッテリーを毎回キャンピングカーから出さずに、もう車内に置きっぱできます。これは嬉しいですね。そして自分すごくいいなと思ったのが、この窓なんですけどスモークになるようです。今結構丸見えなんですけど、でシェードすると全く見えないですよね。でもスモークなら窓開けたまま中の様子見れませんので、中からは景色が堪能できます。もう最高の窓ですよね。自分もそんな窓がいいです。そしてこの塗装なんですけど、オプションで選べるようにしたそうです。全塗装は75万円だそうです。こういった感じでホイールも塗装してくれるようです。でハッピーワンのようにボディは白だけで、周り塗装するとかは50万円だそうです。で前紹介した白のカラーリングは塗装費用かかりません。それでは JP スタさんに帰ります。四駆のディスカバリー、今開発中のやつなんですけど、もし撮れそうだったら軽く撮影しておきます。はい、戻ってまいりました。はい、ちょっと開発中の四駆見せてもらいます。これが今現在開発中の四駆の新しいレイアウトです。ちょっと入ってみます。お邪魔します。ここにダイネットスペースがあって、リアに縦のベッドがあります。でリアマルチルーム、これすごい自分も理想のレイアウトで、今度プロデュースさせてもらうキャブコンと同じレイアウトです。でこちらリアマルチルームですね。シャワーとトイレですねあります。こちらもマックスファンついてます。でダイネットスペースちょっとちっちゃめなんですけど、横に超大きい冷蔵庫あります。で電子レンジ、キッチンスペース、こういったテーブルもあります。で換気扇とクーラーです。でこれすごいのがね、なんと2段ベッドなんです。上見てください。ここにベッドがあります。これが降りるんですけど、なんと行きますよ。電動なんです。これでリアの2段ベッドになります。で下はこれ延長するようです。こうやって、これで下2人で行けますね、大人。ベッドの下これ開くんで収納になってます。でこっちも開きます。これも本当理想ですね、自分は。でバンクはここまだ切り抜いてないバージョンなんで、今後切り抜くようです。でまだまだ変わるようなんで、また4駆モデルできましたら動画出したいと思います。でなんとですね、これ遊びで作ったキャンピングカーあるみたいなんで、ちょっと見せてもらいます。お邪魔します。こちらは幅 2m20 センチと広めで、長さも 5m 超えてるんで、普通のコインパーキング 2×5 に止めれないんですけど、これはもう本当に遊びで作ったようです。でリアはこれ、ここも昇降式のベッドですね。で大きい冷蔵庫があって、でその反対マルチルーム、もう備え付け型のマルチルームですね。でシャワーがあって、ここも換気扇があります。やっぱ広いんで蛇口、手洗うとこも広いですね。でタオル掛け、こんなんもあります。至れり尽くせれてですね。でダイネット結構広くて、これ面白いのはなんと洗濯機あるんですね。これめちゃくちゃいいです。自分のキャンピングカーも洗濯機欲しいです。こんな感じで JP スタさんはかなり面白いキャンピングカーを作りますんで、またでき次第随時動画にしていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。はい、
長時間のご視聴お疲れ様でした。ディスカバリーいいですよね。自分もこの今キャブコン乗ってるんですけど、もし持っていなかったら買ってるかもしれません。今はこのバンテックのジル520というキャンピングカーなんですけど、こちらリアがシングルタイヤなんですよね。でいずれリアダブルタイヤ乗ってみたいなと思ってますんで、ディスカバリーは候補に入れています。動画1本目撮影終わってから2本目の間にかなりブラッシュアップされていて、快適に撮影することができました。この速度感すごいですよね。改良ポイント、ウォークスルーできるようにバンクカットされてました。そして LED 照明テープの高周波ノイズなくなるようにも改良されていました。最後の4駆も素敵でした。4駆のレイアウトはリアが常設進行方向ベッドなんですよね。これ自分も理想のレイアウトで、1人から3人ぐらいの少人数では最高のレイアウトです。開放感もあります。昔にグローバルというキャンピングカービルダーさんがいてたんですけど、そこのレイアウトがそれですごい人気でした。そして電動ベッドすごかったですね。この GP スターさんの発想はどこから来るんでしょうか。社長のアイデア素晴らしいですね。その横は防水のマルチルームがありました。シャワー浴びれます。トイレも設置可能です。この冷蔵庫大きいですよね。多分120リッターぐらいあると思います。長期旅では重宝します。ダイネットスペースはしっかり4人でテーブルが囲えます。シートベルトもあるので、ここで4人座ったまま走行できます。キッチンスペースにシンクと2口ガスコンロあります。レンジフードも搭載しているので、調理しても車内に匂いが残りにくいです。スペース少ないんですが、左右に跳ね上げ式の延長テーブルがあるので、食材カットしたりお皿に盛り付けをするスペースもあります。ここで動画内で多かった質問やネガティブな意見ですね、こちらを JP スタさんに直接聞いてきました。お伝えします。すごい多かった質問なんですけど、車重すぎない、荷物どれぐらい乗せられるのなど、重さに関するコメントが多かったです。いろいろ装備多いので心配な方もいるようです。 JP スタさんに聞きました。もちろん大丈夫ということです。車検証の重量もコピーして送っていただきました。そこに書いていたのが、車両総重量2955キロで意外と軽量に作られていました。自分のこのジル520は車検証上は総重量が3280キロです。なのでディスカバリー2駆ということで軽量です。3トン切っています。でこのベースのトヨタカムロードの耐荷重的にも問題ない範囲です。ディスカバリーは7人乗車なので法律的に385キロ積載可能です。この積載可能重量は人も含めてなので、例えば2人乗ったら、1人55キロとして110キロなんで、その分引くと残り275キロ荷物積載可能です。ちなみに4駆は 3.5 トン超えるので、現行の普通免許では運転できません。中型免許が必要になります。でこの2駆のディスカバリーは普通免許で OK です。次多かったコメントなんですけど、4駆いつ出るの、価格は、4駆に関してが質問多かったです。こちらも JP スタさんに聞いてきました。発売の予約は来年の1月頃予定されているらしいです。でそこからですね、納車までは 3,4 ヶ月ですかね。なんで納車は4月5月頃の予定だそうです。本来は今年の秋頃に発売予定だったんですけど、カムロードが現在出荷停止してます。でマイナーチェンジで出荷停止してます。で来年の2月にカムロードが販売再開予定で、価格もちょっと上がるようです。なので再開が決定して販売価格が決まってからディスカバリーも予約の販売が開始されるそうです。なのでこれはもうトヨタ次第ですね。そして4駆の気になる価格なんですけど、こちらも答えてくれました。で2駆からですね、だいたい150万アップ予想とおっしゃってました。なので2駆が850万円なんで1000万円ですね。でレイアウトは2種類あります。先ほど写真で紹介した後ろに常設ベッド、進行方向縦にあるベッドのレイアウトと、で動画内で紹介したリアエントランスですね、結構広いダイネットのレイアウト、その2種類販売予定ということです。その他たくさん動画コメントありがとうございました。で他に気になることありましたら、またこの動画ですね、ここにコメントしておいてください。また JP スタさんに聞いて動画にしたいと思います。そしてその他の情報なんですけど、カラーリングが決まりました。こちらです。カタログには8色掲載されています。青、カーキ、赤、イエローなどたくさんありますんで、他の人と被りにくい自分だけのカラーリングができます。男性が好きそうな色もあるし、女性でも選びやすい色追加されてますね。これが基本ですが、今回の動画のようなブラックもできます。塗装はオプションになります。で価格が全塗装は75万円、
このカタログのような半分乗りは55万円です。このデモ機のような濃いカーキと薄いカーキ2色にすることもできます。これもいいですよね。これね、よく見てもらったらバンクがスタイリッシュになっています。こちらの画像と比較すると分かりやすいです。これ実は初期のモデルで実際作ってみるとバンクが狭かったので左の白のシェルを採用したようです。この初期のモデルもいいですよね。個人的にはキャンピングカー外観も大事だと思いますので、このモデルも人気出そうな気がします。走行面でも風の抵抗を減って有利そうです。ただやっぱりバンクが狭いので家族で使われる方は快適性が減りそうですね。一長一短で難しいところです。なんかこういった妄想してるだけでも楽しいですよね。皆さんはこのリアエントランス動画内で紹介したモデルと画像で先ほど紹介した後ろの常設ベッドモデルですね。どっちがいいですか？これは迷いますよね。今9月ということでもうすぐ早く欲しいという方は2のガソリンモデル、そして雪国やそんなに急いでない方は4駆モデルを待ってもいいかもしれません。ディーゼルのパワーと安定性も魅力的です。ただガソリンモデルでも今回結構ちゃんと走ってくれましたんで、高速道路の途半車線も登ってくれます。問題なく旅できると思います。この辺の走りは言葉では分かりにくいんで、気になる方は一回 JP スタさんに行って試乗してみてください。4駆のディーゼルはパワーがあるんですけど150万アップするのでちょっとやっぱり悩みますよね。また4駆のプロトタイプ公道も走行できるようになったら車中動画撮ってきますんで、またそっちの方もチェックよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。